いやー、きついクラッシュやったね。まあね治るまあ案外ねこれ見た目ほどではないと思そう、見た目はひどいけどね。う。でもね前が完全にシャーシ折れてるよね。折れてるね。でもねこれはこのラインが穴だらけよね。ああ、そうね、折れやすい。これはもう絶対折れる。でもね面白いことにまさにも言ったようにこれアッパーデッキついてたらよかったんじゃないかっていう。確かにみんなそう思うけど、もしこれアッパーデッキついてたら後ろまで行ってるよね。だからこれだと分からんけど見た感じは前だけで収まってんのよね。ここで全部吸収してくれてるからこう当たり方を分析するとこっちが当たってんだけどこっち側が行って全体がこっちへ移動してるよね。多分パイプの先に当たってるんで、俺もこれ当たったとこ見てなかったから右側が多分当たったと思うね。こうそうそうかそうかその今左手がこれガードの外側のパイプで、でパイプっていうかこう来てこう当たったよね。そう角の鉄の角のやつね、こ人差し指ぐらいのところに車の右側が当たったわけよ、外側で。だからこうグッとこう引っ張られてそうるんだよね。そう言おうとしたもんね。でもまあクラッシュとしては大したことないよね。このぐらいやったら軽傷とは言わんけど重傷ぐらいかな。重傷ではないよね。これ後ろまで行ってると重傷やけど、そういうことで当たった人はみんな軽くかすっただけっていつも言うからね。これも決まり文句だね。今はこれ普通だけどレースの場合だともう時間に限られてるんで、特に決勝レースなんかの場合は1ラウンド2ラウンド3ラウンドと大体電動の場合3ラウンドやるんで1時間以内に交換しないといけない。で基本的にその世界選手権なんかはスペアカー認められてないんでこれを修理しないといけない。前のヒートの車検があって次のヒートの車検まで。すると実際にその作業時間っていうのは大体45分から50分ぐらいしかないわけね。それでとにかく元通りに戻さないといけない。だからもう時間との勝負、それを踏まえて、ここ45分でやるっていうわけじゃないんだけど素早く的確に確実にその元通りに戻すと、これがもうメカにとって一番大事なことで、今まで大きなビッグレースでそういうケースが何回かあったんでね、これぐらいだったら普通に考えたら30分ぐらい、もしレース時だったらね。いい例として、思い出に残っているのが野菜場アリーナでの全日本のオフロードの決勝の時車が大破してしまったんですね。全日本の場合は世界戦よりもっとインターバルが短いんでね、1時間ぐらいの間にそれで見た目にぺしゃんこになってしまったんで、でもそこから逆転優勝した。昔オフロードで横の車すごく壊れると、そういう苦情がたくさん来てね、ワークスの時代ね、結構販売店からも文句が出てきて、やっぱり当時はやっぱり軽量が一番のポイントだったんでね、やっぱりどんどん車を軽くしていくと車弱くなっていく。それでアームが折れたりショクターが折れたり、そういうなので、ユーザーからの苦情が多かったんですよね。じゃあ壊れない車を作ってやろうじゃないかということで、オフロードでもう絶対に壊れない車を作ると材料を全部見直して出来上がったのが YG10 ですね。 YZ10 だから1993年かイギリスでの世界選手権でデビューしたんですけれど、あの時はポール取ったんですけれど、スタート直後にすごい大きなクラッシュして10回転ぐらいしてコースの外で飛び出して最後尾になったわけで、普通だったらあれもうタイヤコースなのね、もうゴロゴロっと転げて、で最後尾になって、でそこから全部を追い抜いてトップ取ってチャンピオンを決めたと。とにかく重量に関係なくとりあえず丈夫な車と、それがもう最大のテーマだったんでね。だから2階から車掘り投げたりブロックに激突させてね、それでも壊れないと。プレワールド行った時に、シュマッカーにワンツー取られて、で僕負けて3位だったかな、それで車がすぐ壊れるっていうのが分かったよね。それで作り直したのね。そうでレース前に2週間前に再度テストに行って、完全なプロトタイプだったんでね、あの時はもう対シュマッカー対ヨコモというお互いに40名ずつぐらいのドライバーを抱えてたのね。でいつもそのプロトタイプだったんで、みんなに供給しないといけない。2週間前にテストに行った時に大きな弱点が出てきて、フロントのショクターが折れると。それで急遽熱いものに作り直してね、だからそれから帰ってきてアメリカ行って向こうで2泊を出してパーツを作って、でそれをもう送ってたら間に合わないんで持ち帰って、それで1週間前に出発ね。1週間でイギリス日本アメリカ日本イギリスのね、ほぼ地
球一周してしまう。えらい話は飛んだな。元に戻しましょうだから絶対に壊れない、まあ絶対じゃないけど 100% じゃないけど壊れない車っていうのは作れます。でもその後それを発売してすごい売れたんですよね。車は壊れないし丈夫だから、今までのヨゴモのイメージを一新する。ところがですね、発売して間もなくすると今度は販売店から文句が出てきたんですね。車が壊れないからパーツが売れないと、これじゃ商売にならないと。それであえて今度は軽量したんですよね。アームを削ったり、アームに穴開けたり、シャシを軽量化したり、適当に壊れて適当に壊れない。結局どこで壊すか、どこまで持たせるか、その辺が一番車の設計の難しいところでね。ただこれでもメインシャーシーが壊れてくれたから逆に他が多分ダメージが少ない。その辺がこう難しいところで、例えば一箇所弱い箇所があってそこを補強したら必ずどっか他へダメージがいくと。ただ怪我の巧妙でここが折れてくれることによって他が助かっていると、そういうこともあるんですよね。逆に我々がレース用の車を作る時には逆に弱いところを部分的に作ってそこへ集中させると、そういったやり方をする。プロトタイプなんかみんなそうなんだね。だからここを壊す、だからアームを壊すのか付け根を壊すのか、だからシャーシは壊したくないということは他にダメージを吸収してくれるところだから、バンパーだってこれが役に立ったかもしれないんですね。バンパー自身は壊れてるけれどバンパーがあったからこれだけで済んだかもしれないし、もしこれバンパーなかったらもっといってるかもしれないんでね。その辺はやっぱりラジコンは壊れるもんということで、現実にユーザーレベルで考えたらそんなこと関係ないんで、だからどこが壊れるのかこれも人によっても違うんでね、それをしっかり把握してその分のスペアパーツを持っていくと、できるだけ安いところを壊すと。一応点検も含めてほぼ全部